こんばんはにゅー。フィギエモンです。この動画は2021年3月最初の動画です。3月に入りましたね。世界選手権の季節です。そしていつもご視聴本当にありがとうございます。コメントもね、いつもすごくたくさんいただいて、ウキウキしながら読ませていただいてます。大好きなので。今日は2021年3月24日からスウェーデンのストックホルムで開催される世界選手権のエントリー選手が発表になりましたので、世界選手権を楽しむための選手のご紹介と、台風の目になりそうな選手のピックアップ、実際に運営される大会のシステムなど詳しくお話ししていこうと思います。よいしょ。こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手やフィギュアスケートの最新情報を発信しています。動画を見た人がウキウキするような動画、そしてフィギュアスケートが好きになるような情報を集めてお話ししています。すごい。羽生結弦選手やフィギュアスケートが好きという方は、ぜひチャンネル登録をして楽しんでいただければと思います。 OK。 さて、羽生選手は世界選手権が開催される場合、大会出場っていう風に全日本選手権が終わった時から分かってはいたんですよね。はい。でも羽生選手が一緒に戦う選手が誰だか気になりますよね。はい。もちろん大会開催直前までの怪我や各国の事情などでエントリー選手の変更の可能性はありますので、今日3月4日の時点でのお話になります。はい。出場選手が結果的に異なる場合がありますので、その点はご了承いただければと思います。はい。まず強豪国の出場枠にどんな選手が入ったのかをご紹介していきます。でれん。日本から羽生結弦、宇野昌磨、鍵山優真。アメリカからネイサン・チェン、ヴィンセント・ジョー、ジェイソン・ブラウン。ロシアからミハイル・コリアダ、エフゲニー・セメネンコ、ドミトリー・アリエフ。中国からボーヤンジン、ファンヤン。イタリアからダニエル・グラスル、マッテオ・リッツォ。韓国からチャ・ジュンファン。カナダからキーガン・メッシング。全27カ国34名のエントリーです。エントリーの国や選手を見ていると、2019年の世界選手権とそう変わらないメンバーなんで、なんかね、普段通りっていう感じがして嬉しいですよね。それにウイルス騒ぎのせいでエントリーできなかった国や選手はいないような感じです。ただ今回ね、ロシアは国ぐるみのドーピング問題で、ロシアという国としてスポーツの国際大会に出場することができません。だからエントリー国っていうところに見慣れない3文字がありました。 FSR。 これは何の略かというと、フィギュアスケーティングロシアの略だそうです。このフィギュアスケーティングロシアって何のことかっていうと、ロシアフィギュアスケート連盟のことだそうです。ロシアの代表は世界アンチドーピング機関 WADA によって国旗、国歌など国のシンボルの使用を禁じられたので、2022年12月中旬まで五輪にも世界大会にも国を代表する形での出場はできないそうです。そこで国歌について重鎮であるタチアナ・タラソワやアレクセイ・ミーシンなどその辺の方たちと相談して、ピョートル・チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の抜粋を使用することが決定されたそうです。いやね、私ロシアの国歌ね結構好きなんですけど、今回聴けないんですね。チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番の国歌っていうのもちょっとね聴いてみたいなっていう感じがしますよね。かなり。かなりねレアな国歌になると思うので、違う意味で必見ですね。です。今回初お披露目ってなりますよね。2022年の12月までっていうことは、北京オリンピックが開催された場合は同じ FSR として出場することになると思いますので、
選手にとってはちょっとかわいそうかなっていうふうに思わずにはいられません。実際に出場する選手はドーピングとは無関係ぐらい、その問題があった時は小さかったはずですからね。はい。出場選手の話に戻りますが、まずは羽生結弦選手のお名前があったことに私はね、喜びを感じました。まずは自分がやりたいことをやるべきことをしっかりやります。公式サイトの出場選手ページには相変わらず羽生選手一人の写真があるだけで、エントリー選手の書かれた ISU のね、ページにリンクされるっていうような感じになってます。ということで、羽生選手が目玉選手であることは変わりがありません。2019年の世界選手権の出場選手がとっても多いっていうことなんですが、2年もね、経ってると選手は総入れ替えっていうことがよくありますよね。はい。ですが、さすがオリンピックプレシーズン。新しい選手はジュニア上がりの選手っていうぐらいで、あとはね、みんな選手の顔ぶれは同じような感じです。そんな中で台風の目となりそうな選手が3選手います。はい、鍵山優真選手、日本。エフゲニー・セメネンコ、ロシア。ダニエル・グラスル、イタリアです。この3選手はいずれも若い選手です。まずは鍵山優真選手。この選手は日本のフィギュアスケートファンだったらご存知だと思いますが、シニアに上がってそんなに間もないので、鍵山選手は世界選手権にね、まだ出場経験がありません。世界の主要大会でどれぐらいの位置につけられるのか、そういった意味でも注目の大会となりそうです。なるほど。鍵山選手の持ち味は何といってもジャンプのミスが少ない演技です。特に NHK 杯全日本選手権では目に見える成長が見えたので、あのようなね、演技ができたら世界選手権でもメダルをね、狙える位置につけることができそうです。そしてもう一人の選手はロシアのエフゲニー・セメネンコです。この選手の存在を私は今回初めて知りましたが、2003年7月26日生まれの17歳で、2021年2月末に行われたロシアカップファイナルではショートプログラム 94.95 という高い得点を出してトップに立っています。フリースケーティングでも 170.18 を出して総合優勝しました。ショートプログラムの演技を見たんですが、ロシアのね、演歌みたいな感じのボーカル付きの曲を使用してて、なんかね、不思議なプログラムだなっていうイメージでしたね。あと、この選手はね、175センチと身長が高めなので、どこまで安定感がある演技ができるのか、出せるのかっていうのが、ちょっとね、鍵になるのではないでしょうか。そして、3人目の注目選手は、イタリアのダニエル・グラスルです。この選手、なんと5回転ジャンプを練習しているそうで、オリンピックで成功させたいって考えている2002年4月4日生まれの18歳です。身長はこの選手も175センチとちょっと高めなんですよね。このね、175センチの選手が5回転できるんだったらすごいなって思うんですけど、この選手見てみたらお尻が結構ね、大きいタイプの選手でした。だからちょっとね、選手生命が短そうな感じも私はしてしまうんですが、どうなんでしょうか。表現力があるタイプの選手で、そこをね、十分に伸ばしていってほしいなって思いますね。で、フリースケーティングでは昨シーズンのアンナ・シェルバコワのように衣装がね、一瞬で変化するプログラムを披露していたので、そこも注目ポイントです。男子でね、衣装を変えるっていうことをやるのは見事だっていう感じがしましたよね。2020年10月のイタリアグランプリではショートプログラム 95.72、フリースケーティングでは 189.27 で優勝しているので、これはね、結構高い得点出せるポテンシャルの高い選手だっていうことがわかります。はい。では次に気になるネイサン・チェンの情報を一つ。ネイサン・チェンが素晴らしい得点を今シーズンも出していることは分かっていますが、どれも国内大会もどきの大会の得点です。だから得点を言ってもね、あんまり当てにならないと思います。そこで今回は
彼のトレードマークである衣装について、先日の US ナショナルでショートプログラムはなんと叙情的なスペイン調の曲であるアルベニス作曲のアストゥリアスに乗せて、上半身ね、まるでパジャマのようなノーカラーの白いボタンシャツに黒パンツでね、このパンツに両サイドですかね、チェーンがついてて、素晴らしい演技ではあったんですけれども、衣装がね、もうなんか釘付けになってしまいましたね。なんだろう、この衣装のモチーフがどこから来てるんだろうって思いましたね。スペイン調の曲で白と黒で、しかもなんか寝巻きみたいな、どういうことなんでしょうか。てい。パジャマで来ちゃったのでしょうか。それにしてはピタピタしてたので疑問は解決しません。唯一のほっとしたところは腹出しをしてなかったところですね。選手についてはここまでで、大会のシステムについてのお話をここからしていきましょう。ご存知の通り、この世界選手権はバブルシステムと呼ばれるシステムで運営されることになりました。バブルシステムでは外部との接触を遮断するバブルって呼ばれる空間に入ります。世界選手権ではレベルを分けて接触の機会を分けています。それがね、この図です。レベル1はエントリー選手、コーチ、振付師、チームメディカルメンバー、メディア関係などが含まれます。レベル2はチームに属してない人、例えばね、出場選手の家族なんかです。レベル3はバスの運転手や警備員、製氷メンバーなどです。レベル4はケータリング業者、配送業者などです。でね、このシステムが安全かどうかは、これだけではわからないんですが、一番心配だったのは2週間の待機期間があるのかっていうことですよね。やはり2週間も選手が待機期間を経て、そのまま試合っていうことになると、出せる実力も半減以下になってしまいますよね。選手がストックホルム到着の期限として設けたのは3月21日の日曜日ということでした。ただ3月20日が望ましいようです。ということは、待機期間はなさそうですよね。そして一度バブルに入ると再入場はできません。バブルの中で生活する必要があって、定期的にウイルステストをすることが義務付けられています。付き添いは不可っていうことなので、羽生選手の場合はお母様が世界選手権に行くことができないようなイメージなんでしょうか。でもさっきね、家族がレベル2っていう話もあったので、ちょっとね、理解しきれてないところがあるんですが、違ってたらごめんなさい。ただね、コーチはレベル1で示されていたので、大沢コーチなどはこのバブルの中に入れそうですよね。最初のウイルステストはストックホルム到着の48時間前で、結果を英語で送信する必要があるそうです。ストックホルム到着後は2回目の PCR 検査をして、出場選手は別の PCR テストを受けます。ホテルでテストを受ける選手は1人でね、最大24時間いることになります。食事はホテルから提供されるそうです。もちろん全てのテストで陰性である必要があります。記者会見も仮想記者会見、ミックスゾーンも仮想ミックスゾーンです。メディアは物理的に選手と接触することができないっていうことでした。そしてウォームアップエリアに入れるのはスケーターだけです。指定された部屋に割り当てられ、男性2名、女性の場合は2名の更衣室を使うそうです。表彰式もマスクの着用が義務付けられていて、キス、抱擁、握手、写真セッションはすべて禁止です。と、こんな感じのシステムのようです。すごいですよね。どうなるんでしょうか、世界選手権は。全日本終わって終わった疲れたっていう気持ちから、まずしっかり休んで戻してから体を作っていって、アクセル練習してっていう工程をとりあえず考えております。今年年末の羽生選手のインタビューです。この時は
アクセルをね、練習する気持ちがあるっていうことですが、披露してくれる可能性があるってことなんですね。はい。てい。ということで、今日は2021年世界選手権の出場選手発表とバブルシステムの詳細をしてきました。まだお話ししたいことがたくさんあるので、また次もね、世界選手権関連の話題を続けて作っていく予定です。この動画が良かったって思う方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひ試してみてください。では、最後に、羽生選手の笑顔と本気のプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。はい。ギギエモンでした。さようなら。